本日は虚血性心疾患に対する心臓リハビリテーションの歴史についてお話ししたいと思います。どうしてリハビリテーションという名称がついているのか、その辺を理解していただければと思います。リハビリテーション、なぜそういう言葉がついているかです。でここに書いてあるこの丸い絵、これは左心室の輪切りだと思ってください。このオレンジの部分は健康な部分で、ところが心筋梗塞を起こしますと細胞が壊死してしまいますから、非常に弱く脆くなって薄くなってしまいます。でそういう時血圧が上昇しますと、この脆い部分にその影響が一番及びます。急に動いた時に心臓が破れてしまわないよう8週間の絶対安静がですから必要だったわけです。8週間というのはこの心筋梗塞の脆くなった部分が丈夫になるのに必要な日数というのが昔分かっていた知識だということなわけです。ですから心臓病に伴って寝たきりになってしまったことに対するリハビリテーション、それが心臓リハビリテーションだったわけです。1990年頃までの心筋梗塞の死因、これ日本医大のデータですけれども、それを見てみましょう。90年一番右側ですけれども、この黒い丸をたどった破線、これがベントリキュラーラプチャー、要するに心破裂なんですけれども、全体の3割から4割、それが心破裂だったということが示されています。ですから1990年、僕としては割とつい最近なんですけれども、その頃まで3人から4人に1人は心筋梗塞の人、心破裂で死んでしまうという現実がありまして、非常に怖い病気だったという記憶があります。で当時できた心臓リハビリテーションプログラムです。これは、日本で初めて、厚生労働省の、当時厚生省ですけれども研究費で作られた豊島班という班が作ったリハビリテーションプログラムですけれども、見て分かりますように、最初の2日間は絶対安静で、それからそろそろ動かしていって、1週間目にやっと自分でベッドの上に座っていいという、プログラムでした。そしてさらにだんだん動いて廊下歩行をしていいのは2週間経った後、もう今では考えられないですよね。で4週間経ってやっと4メッツ、要するに日常活動ができるレベルまで上げて、で退院をさせるという、そういうプログラムでした。ですから心臓病に伴う寝たきりからの早期社会復帰を目指す医療ということで、心臓リハビリテーションという名前がついたわけです。ところがその後治療法は進歩しました。1967年ドクターファバロロ先生が最初の CABG を開発しました。1977年にはグルンツィヒ先生がスイスで初めて PTCA を行いました。その後皆さんご存知のように、この PTCA 現在では PCI ですけれども、その進歩は目覚ましく、ステントセイバーライフという言葉を聞いたことあると思いますが、今や心筋梗塞に素早くステントを埋め込めば死亡率というのはものすごく低下しております。ましてや寝たきりになった人っていうのはほとんどいないということになっております。過度の安静は不要になったということです。さらに虚血性心疾患の病態の理解も進みました。その代表的なものが、きっかけとなったものがフラミンガムスタディですけれども、今75周年なんです。ですから1950年から始まったんですが、このボストン郊外のフラミンガムという町、ここはアメリカにしては珍しく人の移動というものが少ない場所なんです。ですから定点観測ができたということです。7年目の1957年、早くも最初の結果報告があったんですが、どういうものだったかといいますと、高血圧、高コレステロール血症、体重増加、これらのある人が動脈硬化性心疾患の発症に関係するというものでした。その後続々と心疾患発症因子に関する結果が集積されてきております。肝気検因子の存在が明らかになって、虚血性心疾患の管理に予防という概念が加わりました。
で病態の理解はさらに進みまして、1980年頃このラッセル・ロスという先生がレスポンス・トゥ・インジャリー・ハイポシーシス、動脈硬化に関する障害反応仮説というものを打ち立てました。これは動脈硬化というのがどうしてできるのかというのを仮説として示したもので、最初に血管内細胞が障害を受けて、その後単球、マクロファージ、脂質など今ではおなじみの役者が揃って動脈硬化ができますよというのを初めてこの頃に提唱しました。で現在ではさらにそれにリビーという人が、先生がですね、動脈硬化には炎症がさらに関与するんだという慢性炎症の重要性を説いています。で動脈硬化の発生進展様式が明らかになってきたということです。でさらに病態の理解が進みました。1987年にはグラゴフという先生がポジティブリモデリングという概念を、提唱しました。これがポジティブリモデリングの絵なんですけれども、白い部分が血液が流れる部分です。で薄いグレーの部分が動脈硬化のできる血管内皮、血管平滑筋、要するに血管の皮、周りの皮の部分ですね。で動脈硬化ができても血管内腔、この白い部分の、断面積はそれほど小さくならず、周りの部分が大きくなると。要するに血管の直径そのものが大きくなるということが分かったわけです。それ分かりやすく描いたのはこの下のカラーの絵で、真ん中の白い血液が流れる部分はなかなか狭くならないで、最後の最後に、狭くなると。で動脈硬化は最初外側に向かってできるんだと。これはポジティブリモデリングという考えです。で要するに内腔が狭窄する、要するに狭心症症状が出現する前に動脈硬化がすでにできているということが分かったわけです。でそこにさらにファスターという先生が1992年 ACS というのはプラークラプチャーによって発症するということを見出しました。昔はこの動脈硬化病変がひどくなって狭窄が強くなって、それがペタッとくっついて心筋梗塞になるのではないかというふうに言われていましたが、最近はこの血栓が、できて血管の内腔を塞ぐということが、これでファスター先生のプラークラプチャーによって理解されたわけです。で冠動脈の狭窄度が低くても ACS は発症する可能性が示されたという点で非常に意義が深い発見でした。でそれを臨床的に裏付けたのがフォークという先生たちのカテーテルによる研究です。でこれは日本の小倉記念病院信義先生なんかのデータも入っているんですが、もともと動脈硬化病変が強くて内腔狭窄が強いで、ちょっと気をつけてくださいって言ってた人が本当に心筋梗塞になってしまうのはわずか 16%で、そうじゃなくてこのぐらいなら大丈夫ですよと言って、いたのに心筋梗塞になってしまうのは残りと、そっちは圧倒的に多いということが分かりました。冠動脈狭窄率と ACS の発症率は無関係だということが臨床的にも示されたわけです。ですから冠動脈狭窄を拡張しても ACS の発症予防にはならないということが示されたわけです。でさらに治療法として運動療法をやるんですが、運動療法が危険だという考えを覆す運動生理学も発展しました。ワッサマン先生がアネロビック性衝動というのを確立しまして、で運動にも程度というものがある。で安全な運動強度を科学的に評価できるようになりました。ということで心臓カテーテル検査、心臓カテーテルによる治療、それだけが狭心症の治療ではないということがあるのかなということは考えられ始めたんですけれども、実際に PCI にも限界があるということが分かったいくつものスタディがその後出ました。カレッジトライアル、フェイムスタディ、フェイム2スタディ、イスケミアトライアル、オルビタ2、リバイブと B シストクリニカルトライアルズ、これらは後で CCS の動画の時にお話ししますけれども、こういういくつものスタディの結果 CCS に治療における心臓リハビリテーションの重要性というものが認識されたわけです。で現在 CCS の治療目標というものは、胸痛除去、これだけではないというふうに、言われています。胸痛除去というのは胸の痛みを取る治療ですから、
QOL を改善させる、これはもちろん非常に重要なものです。ですけれども、胸痛というのは心筋細胞の酸素需要と心筋細胞への酸素供給、そのアンバランスの結果起こるわけで、それを改善すればいいわけです。で、供給を劇的に改善させるのは PCI ですけれども、それだけではない方法で、要するに心臓リハビリテーションでも供給を改善させることができるというのは分かっており、胸痛除去そのものに対しても PCI だけではなく心リハも重要だというのが現在では理解されています。で、さらに増悪予防、動脈硬化がどんどん他の枝にも広がっていってしまうことを予防する必要があります。それはもうリスクのコントロールということで、例えばスタチンとかの薬も重要ですが、運動療法、食事療法、生活習慣の改善、これらが非常に重要だというのは理解されております。で、さらに ACS 発症予防、CCS 動脈硬化の程度と ACS 発症率は関係ないと言いましたけれども、動脈硬化病変が、あちこちにある人たちが CCS を起こすわけですから、そこのどこかから ACS にならないようにする必要があるわけです。これには ACS のトリガーを予防する必要がありまして、でこれには心臓リハビリテーションというのは非常に重要な役割を果たしております。でさらに CCS というのは心不全を起こすというのは分かっておりまして、その心不全発症予防というのも治療目標です。でそれには炎症を取るということで、この4つの治療目標すべてに心臓リハビリテーションは関与することができるということです。ガイドラインでも CCS の治療は心臓リハビリテーションで始めましょうというのが書かれるようになりました。2024年の ESC ヨーロッパの心臓病学会のガイドラインでは、最初に行うべきことは心臓リハビリテーションなどの薬物療法で、もしどんな時に PCI が必要になるかというのはリバスキュラライゼーション IF というふうに書いてありまして、非常に重症な狭心症の場合、あるいは心臓リハビリテーション薬物療法の効果がなかった場合というふうに書いてあります。でところがこれは昔の日本のガイドライン、2010年代初期のガイドラインにもこのようなことが書いてあったわけです。どういうふうに書いてあるかといいますと、近年生活習慣の改善とかでその技術が進歩して狭心症をコントロールできるようになったんですけれども、それでも狭心症をコントロールできない人が約3分の1が存在するというふうに書いてあるんです。要するに3分の2の人は心臓リハビリテーションで狭心症のコントロールができるんだという文章がちゃんと書いてあるわけですね。そういうことで、CCS 労作性狭心症の3分の2、6、7割の人というのは心臓リハビリテーションで治す時代になっているということです。ということで現在今の心臓リハビリテーションの概念というものはですね、運動療法、食事療法、生活習慣の改善を用いた心疾患予防、心疾患治療主義というふうに変わってきているわけで、リハビリテーションというと何かやっぱり機能障害からの回復という意味合いが入っていますが、これは、やはり単語としても世の中に根付いてしまっているために取ることができない、取らないでいると、そういった意味合いで心臓リハビリテーションという単語がついているということです。中身は全く違った治療になっているということをぜひ今回理解していただければと思います。以上で終わりです。どうもありがとうございました。